The Japanese tradition. 皆さん、愛し合っていますか？ジャパニーズトラディション交際第2巻です。日本では男女が恋愛の関係になることを交際と呼びます。このビデオでは日本での交際術を紹介していきます。女性との出会いには大きく分けて2つの形があります。一つは偶然の出会い。これは学校や職場、旅先など様々なケースがありますが、なかなか良い偶然には巡り合えないものです。そこでもう一つの出会い方です。それは偶然の出会いのような出会いです。例えば、彼女の定期券を拾ったことが出会いの始まりでした。などというパターンがありますが、これはわざとのケースがほとんどです。これが偶然の出会いのような出会いです。駅やバス停、街角などであらかじめ好みのタイプの女性を見つけておいて、偶然を装った出会いを作るのです。まずは尾行です。彼女が何か落とし物をするのを根気よく待ちます。幸運にも定期券を落としてくれたらすかさず拾いましょう。この偶然の出会いのような出会いの技を知っている男性はたくさんいます。多くの日本人男性は女性が定期券を落とすチャンスを狙っていますので、普段から練習しておきましょう。落とし物をうまく拾うことができたら声をかけます。お嬢さん、落としましたよ。第一印象が決まるのもこの瞬間です。最高の笑顔で好印象を与えるためにも歯は漂白しておきましょう。できるだけたくさんのチャンスをものにするために複数のターゲットを設定しておくことも大切です。女性には2度以上偶然が重なると運命を感じる傾向があります。尾行で彼女の行動パターンを完全に把握できたら2度目の偶然の演出です。これで一気にあなたの印象を強くします。1度目の偶然と2度目の偶然の理想的な間隔は6日間です。ポイントは違う曜日であること。7日間空けて同じ曜日に出会っては行動パターンがたまたま重なっただけに感じられて偶然感が薄れてしまいます。多くの日本人女性は男性を選ぶ基準として外見をとても重視します。ターゲットはいつ現れるか分かりません。いつでも細心の注意が必要です。日本のモテる男性は理髪店と呼ばれる美容室に毎日全員行っています。出会いの瞬間は外見が重要でしたが、その後の男性の行動を女性はしっかりとチェックしています。好感度を上げる大切なポイントですから、しっかりと気を配りましょう。例えば喫茶店の場合、メニューの選び方などでもあなたの印象をアピールすることができます。シンプルすぎて工夫のない印象、女性的で軟弱な印象、子供っぽい印象、まあまあの印象、男性的でなかなかの好印象、エスプレッソダブル、ベストチョイス。ジョークが苦手な日本人ですが、女性に好まれるには必要不可欠な要素です。ここではすぐに使えるジョークテクニックをご紹介しましょう。今朝、家のドアを開けると雨が降っていました。でも僕は傘をささなかった。なぜかって、昨日シャワーを浴びてなかったんでね。構造説明。1、まず不思議な行動をとったことを説明します。2、最後になぜそんなことをしたのか説明します。新聞配達の青年がこんなことを言うんだ。すいません、寝坊して配達が遅れてしまいました。そこで僕はこう言ってやった。なーに、いいニュースってのは遅れてきた方が嬉しいもんさ。構造説明。1、まず起こった状況と言われた一言を説明します。2、最後にそれに対してあなたが答えた気の利いた一言を説明します。3、受け方が今一つだった場合、変な顔で大きな声を出します。日本でもやはりタフな男性は女性に好まれます。日本人女性はジャムの蓋を開けられるかどうかで男性のタフさを見極めます。
こんな時のために筋力アップを常日頃から心がけておきましょう。ジャパンカルチャーラボでは特製ジャムフタトレーナーの通信販売を行っています。今すぐメールかお電話を。女性は褒められるのが大好きです。上手な褒め方はインテリジェンスの見せ所でもあります。基本的には女性を美しい何かに例えるというのがいいでしょう。君を例えるならそう。荒れ果てた大地に咲く可憐なバラ。君を例えるならそう。荒れ果てた大地に咲く可憐なバラに止まる優雅な蝶を優しく見守る天から舞い降りた美の女神。君を例えるならそう。荒れ果てた大地。これでは褒めたことにはなりません。注意しましょう。自分の魅力をアピールする、この推しが大切なポイントです。男性的な魅力には肉体的なものと精神的なものとの2つがあります。両面の強さを最大に表現できるのが正義感から出る拳です。できれば俺だってこんなことしたくなかった。これは悪に制裁を食らわせた後に言う言葉です。正義のためとはいえ暴力を振るったことを悔やむ気持ち、これは人間の大きさをアピールする最良のパターンです。さあ、ここまで来れば彼女はあなたにメロメロです。しかし焦りは禁物。ここでいきなり迫ってはかえって失敗する場合があります。いい感じになってきた今だからこそ冷静さが必要なのです。ここで一度あえて一歩引く勇気を持ってください。俺今女絡みのこととか興味ないから。この一言は一見すると恋愛関係を拒否しているように聞こえます。しかし同時に現在特定の女性はいないということのアピールにもなります。タイミングさえ間違えなければ絶大な効果を発揮するのです。いよいよ具体的な交際の始まりです。交際の第一歩、デートを学びましょう。日本語で相引きと言います。まずは正しい誘い方から。多くの日本人は大切な知らせを相手に伝えるときにやぶみというものを使います。心がこもっているかのようなメッセージを折り紙にしたため矢に結い飛ばします。やぶみにはある程度の技術が必要です。多くの日本人はこのやぶみの練習を年頃になると必ず行います。より効果的なやぶみは馬に乗って行います。理由はかっこいいからです。いよいよデートの開始です。日本人にとってデートとは並んで歩くことが主な内容です。歩き方にも2人の関係の段階によってしきたりがあります。まずは第一段階、第二段階、第三段階。2人の関係がさらに進展すると手をつないで歩くことができます。手のつなぎ方にも段階があります。第1段階、第2段階、第3段階。恋にライバルはつきものです。ライバルが現れたら直接決着をつけなければなりません。日本ではこのような決闘を怠慢と言います。これは怠慢をするではなく怠慢を張ると言います。すべての日本人が柔術をたしなむのはこのためです。柔術にもいろいろな技があります。これらの技は日本人男性なら全員できます。しっかりとお稽古をしましょう。彼女を落とせても彼女の父親が結婚を許さないというケースは数多く報告されています。君にお父さんと呼ばれる覚えはない。
これは最も避けて通りたいパターンです。夢のなかなかいい青年じゃないかを言わせるテクニックをここでは紹介していきます。奴らが持つ自分の娘にふさわしい好青年のイメージは簡単です。1、真面目で礼儀正しい。2、収入が安定している。3、スポーツ経験がある。4、老人、子供、動植物に優しい。とどめの一言。実は僕、小さい頃から父親がいないんです。だからこうしているとまるで、すいません、何でもないです。これさえ言ってしまえば完全攻略と言っていいでしょう。さあ、いよいよ求婚です。この儀式を行うには白装束と呼ばれる日本の民族衣装を着ます。次に全力疾走で山に登ります。頂上の千年杉のてっぺんまで駆け上がり、昇る朝日に向かって叫びます。中央に誠と書かれた鉢巻きを忘れずに締めましょう。それではこれまでに勉強したテクニックの実際の使い方をご覧ください。